いただきます。自分の夢だった実家の売店を立て直しました。僕はですね、2019年1月まで東京でパーソナルトレーナーとして働いていたんですけども、そのトレーナーを辞めることになってここに戻ってきて、農家として働き出したのが2019年の4月です。家族と毎日一緒に農家として仕事をするというのをしました。その時に感じたのが、農家ってめちゃくちゃ大変、プラス中林りんご園の売店が結構古くてですね、夏は暑いし冬がとにかく寒いと、ほぼですね、作業場みたいな感じで、一応売店といえば売店なんですけども、あまりじゃあお客さんが来て綺麗な売店だなって言うかというと、正直そんなことはなかったので、農作業をしながら僕の頭の中でですね、ぼんやりいつかクリエイターで成功したら売店立て直したいなっていうのを実は思っていました。ただですね、やっぱりすごいお金がかかることなので、目標というよりはなかなか叶わないことだから、もう本当に夢ということだったんですけども、本当に皆さんが日頃動画を見てくれたりチャンネル登録してくれたりっていうおかげで、なんと今回売店を立て直すということができました。皆さん本当にありがとうございます。でですね、夢が一つ叶いまして、で僕は前から思っていたんですけども、地元のアピールをしたいと。っていうのもやっぱり地元、この農家として働いて美味しい果物があるし、美味しい野菜がたくさんあると。でもこれってあんまりみんな知らないよなっていうのはずっと思っていました。農協で働いている人がいるんですけども、その人曰くですね、なんと群馬県の名産であるこんにゃくが売り上げが落ちていて、こんにゃく農家さんが悲鳴を上げている状態だと。実際にこんにゃく畑に行ってみましょうというわけで、群馬県赤城町のこんにゃく畑に来ました。こんにゃく芋は群馬県の自然の豊かな畑で育てられています。皆さんご存知ないかもしれませんが、これがこんにゃく芋です。こんにゃく芋は出荷ができるまで最低でも2年はかかるそうです。それまでは畑に植えて育てたり、倉庫で丁寧に保管をされます。今やってもらってるのは、来年の春植える玉の種の選別をしながら、良質な種を確保するっていう作業をやってるんですけど、これをじゃあもう皆さんここで選別をみんなやってるっていうことなんですね。そうですね、判断しながら。でこんにゃくはやっぱり種芋を自分で栽培することで自給自足で賄っていくので、どうしても、種をよそから購入することができないんですね。こんにゃくとか白滝になって、そうですね、スーパー商品になってスーパーに並ぶと。皆さんの食卓に並ぶまでに3年2年から3 2年から3年粉になると思うんですけど、そうですね、じゃがいもみたいにふかして食べるとかそういうのはもう一切できないですか？美味しくない。やっぱりえぐみが残ってしまうので、なるほど、加工の過程でやっぱりアルカリを加えて中和させることで初めて食品として食べられるようになる。大変ですね。大変です。大変ですね。皆さん頑張ってやってもらいます。こんにゃくは群馬県の名産なので、僕は小さい頃からたくさんこんにゃくを食べていました。特にこの甘じょっぱい田楽味噌をかけて食べるのが大好きです。この食べられるこんにゃくになるまでに最低でも2年から3年もかかるのは、こんにゃく農家さんは本当に大変だなと感じました。こんなに大変な工程を経てできるこんにゃく芋ですが、その需要が下がってしまっているのは僕としてはとても悲しいことです。またこんにゃく芋を作る農家さんにもその打撃が来てしまっているのも何とかしたいという思いです。実際に農家さんに僕たちにできることを伺ってみました。さっきこれこのままじゃ食べられないって言ってたじゃないですか。でこんにゃくになるとしても、こんにゃく白滝のおすすめのなんか食べ方とかありますか？そうですね、最近ではアク抜き不要のものだったり、楽ですね。手軽に食べられるものが増えてきてますので、
はいはいはい、やっぱりその日頃のサラダに取り入れてもらったりとか、なるほど、はい、非常にドレッシングとか、はい、そういったものとも相性がいいので、コンビニのおでんですとかレジ横の、はいはい、ああいうのがこう、僕もよく食べてます、はい、美味しいんですけど、はい、なかなかちょっとコロナもあったりとかして、確かにおでん一旦、そっかありましたね。そうかそうかそうか。僕たちにできることは白滝を食べることが一番身近で簡単にできることだそうです。コンビニの白滝を食べることでも OK で、それがこんにゃく粉の消費につながり、こんにゃく農家さんを応援することにつながるそうです。そして僕がこの動画を通してこんにゃく農家さんのためにできることは、白滝ダイエットの実践と白滝の美味しいレシピを紹介することだと考えました。ちょっとやっぱ最近少し太り気味でですね。そうですか。はい。筋トレはしてるんですけど、やっぱちょっと年末にかけてイベントもあったりするので、もうちょっとこう絞りたいなと思ってたので、ちょっとこの機会にですね、僕は白滝ってたくさん食べても痩せるっていうのを皆さんに伝えたいので、今日から一応2週間頑張ってちょっとダイエットしてビフォーアフターを公開できたらと思います。失敗したら公開されないかもしれないですけども、ちょっとなんとか大丈夫です。はい、大丈夫ですか。成功します。じゃあ僕はこれから早速ダイエットを開始します。はい、というわけでスタジオに戻ってきました。これから2週間ダイエットをするっていうことで、体の変化が分かりやすい方がいいと思いまして、最終的にビフォーアフターをこう分かりやすく並べられた方がいいと思うので、これからちょっと恥ずかしいんですがビフォーの映像を撮っていこうと思います。体重も測っていきます。よっ86.9。本日11月21日です。今日から白滝ダイエットを始めていきます。今日から2週間と言ったんですけども、実は12月11日に YouTube のイベントですね、 YTFF という大きなイベントがあります。僕はそこでですね、ダイヤモンドの盾を授与するプレゼンターの役割を任されまして、そこでビシッとかっこよくスーツを、着たいので、そこまでには痩せたいなと思ってます。なのでここまで、ダイエットするっていうことになると今日から20日間になるので、一応20日間は頑張りたいと思います。他にもイベントがありまして、実は今日、TikTok ベトナムアワード、そこでもトロフィーを授与する役割をですね任せていただけるということで、今日から行ってきます。で、最初の難関なんですけども、食事は白滝持っていきます。これですね。はい、群馬県産の白滝です。これをジップロックに詰めました。味付けは先ほどこんにゃく研究会の方がおすすめしてくれた青じそドレッシングを持っていきます。というわけでいきなり海外に行くということで食事の難関なんですけども、この白滝を持ってなんとか切り抜いて帰っていきたいと思います。というわけで最初はベトナムに行ってきます。ベトナムに着いたら早速運動も開始しました。毎日ではないですが、できる時にジョギングや筋トレをしました。食事は基本低糖質な食事を心がけて、夕食は白滝レシピを食べるようにしました。この期間にたくさん白滝を食べましたが、その中でもおすすめのレシピをこの動画の最後に紹介します。一番食べたレシピは白滝ともやしを使った超簡単レシピです。ピリ辛でやみつきになるのでおすすめです。そんなこんなであっという間に20日間が経ちまして、白滝ダイエットの結果がこちらです。おはようございます。本日は12月11日です。今日が、YouTube のイベント YTFF の当日になりまして、自分のダイエット生活が終わりました。結果は82キロ台ということでですね、
まあなかなか頑張ったんじゃないかなと思います。結構ね顔もシュッとなったんじゃないかなと思ってます。なんだろうな、僕がやったことは白滝を、夕食を特にね白滝に置き換えてできるだけ早く夕食を終えるようにしましたが、行ける時は6時には夕食を終えるで、遅くても8時には。ただね撮影とかいろいろ仕事の関係もあったりしてなかなか徹底できない時はあったんですけども、そんな中でもだからすごいめちゃくちゃ頑張ったっていうわけではなく、ちょこちょこやっぱ食べながらもうこれぐらい落ちたので、やっぱ白滝カロリー低いし糖質低いしでかなりダイエット効果高いなと思いました。あとは自分が作ったレシピに救われたというか、一番やったのはやっぱ白滝もやしを使ったレシピが一番大量に作れるし美味しいしで、なんかめちゃくちゃ自分にとっての救世主でした。なのでいいレシピ作れたなと思っているので、ぜひ皆さんも試してみてください。というわけでね、目標はこうやってダイエット成功させるっていうのもあったんですけど、今日イベント当日かっこよくタキシードを着るっていうのがもう一つ目標としてあるので、ちょっとこれから幕張メッサの方に移動してですね、着替えてその後また撮影したいと思います。では。はい、今、YouTube のイベントの会場に来まして、タキシード着て準備できました。目標であったこのタキシードをバッチリ着るっていうのはOK かなOK な感じだと思います。はい、 OK です。おはよう、ファイナルボスさんです。そうだ、私だ。カメラなんて握ったことねえぜ。白滝食べて2週間ダイエット頑張った甲斐がありました、これからもね食べ過ぎちゃうと太ってしまうので、この体型よりももうちょっとね僕は絞りたいと思ってるので、引き続きちょっと筋トレと食事白滝を食べていい体型になっていきたいと思います。よっしゃ。というわけで本番いってきます。イエーイ。二郎系白滝ラーメン。いただきます。うまい。みんな大好きすき焼きに白滝。
うますぎ。止まらぬ美味しさ。いただきます。本当におすすめ。